人の性格ってたったの16個しかないの？なこたない。こんにちは、タクジです。このチャンネルでは MBTI をとあるシチュエーションでの人のやりとりを通して解説していきます。今回は学校の新聞部でのやりとりを扱います。MBTI って何って思った方はこれまでの動画を参照ください。心理機能のすべて、その順番である機能スタックと基本的な要素を網羅しています。さて、校内新聞の編集方針はどうなるのでしょうか。今回の動画のお品書きはこちらです。では、やりとりを聞いてください。舞台は学校の新聞部、部員会議の後で、ミュウが部長に意見します。部長、さっきの記事の話ですけど、見出しとか分量とかを決めとかないで、記事書いた後でみんなで出し合って、いっちゃんおもろそうなやつを目玉に持っていった方が良くないですか？とんでもない。そういう出たとこ勝負が一番危険。こういうのはある程度大枠を決めておいた方がいいんだよ。私は反対だな。みんな自分の記事が見出しになるかもって思った方がモチベ上がると思うし、いい記事になると思うんですよ。そういうのはやる前はワクワクするかもしれないけどさ。前後の時を考えてみなよ。配分を決めないで動いたもんだから、最後でぐだっちゃったじゃん。また先生にお願いして、遅くまで残って折り込みかけるの嫌でしょ。まあ、それはそうですけど。でも、ガチガチに決められるのって、なんか窮屈。そんなんじゃ、いい記事は書けないと思うんです。だからさ、決めきるんじゃなくて、あくまで仮に大枠を作るだけだから、いい記事ができたら、その時には臨機応変にやるよ。それなら OK？ うん。だったら、いいかな。じゃあ、私の記事、おもろかったら、見出しにしてな。ということで、方針について意見が一致した2人。結局、他の部員の記事が見出しを飾ることになったけれども、内容についてはミウも、マジで草。と納得したそうです。いかがでしょうか。この話では性格の違いから意見が対立し、結局部長が譲歩したように見えますが、実はこの2人は性格のタイプが全く一緒なのでした。一体どういうことなんでしょうか。先のシチュエーションでは部長もミウも ENTP を想定しています。このタイプの機能スタックは、主機能が外交直感、補助機能が内向思考、第三機能が外交感情、劣等機能が内向感覚です。というわけで、2人とも根っこの部分では外交直感、つまり自由に発想を広げることが一番しっくりきていました。ミウについてはその通りに自由に生きているわけで、そのために部長の意見を窮屈に感じていました。部長は役職によるところもありますが、前号の編集の時に失敗したという経験が劣等機能である内向感覚として引っかかっていて、そのためにミュウの意見に感情的に反発してしまったのです。とはいえ部長もミュウと同じ価値観を持っているので、彼女が譲歩できるような案を提案できたし、そもそも部長自身もガチガチに決めてしまうことは性に合わないと感じていたということです。そして、ここが重要なところですが、この言動の違いは判断機能、つまり2人にとっては補助機能である内向思考の扱いによるところが大きいです。部長が過去の失敗を教訓に外交直感にブレーキをかけるのも、逆にミュウがそれをエンジン全開にするのも、それぞれの中で最も理にかなっていると判断してのことでした。それだけに部長はなぜ大枠を作るのがいいのか論理的に説明できるし、ミュウはそれを聞いて合理的だと納得できたのです。さらに、
同じく判断機能として、2人の第三機能が外交感情ということにも注目してください。部長は今度はみんなに迷惑をかけないようにと外交感情を防御的に扱っていました。一方でミュウは自分の記事が見出しになったらみんなに受けるかもと外交感情を開放的に表現していました。この外交感情の扱い方の違いが2人のスタンスの違いにつながっていたのです。まとめると、2人は同じ心理機能を持っているし、その順番も同じ。ただ、部長は劣等機能である内向感覚に意識的で、ミュウの外交直感に対して過剰に反応しました。また、外交感情の扱い方も、部長は防御的に、ミュウはオープンに、という違いがありました。そのため、慎重な部長と自由奔放なミュウという両極端に見える性格になったのです。しかし、2人とも補助機能が内向思考なので、編集方針として筋が通っているかということを理性的に判断できたというわけです。このように同じタイプであっても考え方や価値観にズレが生じることがあるということが分かったのではないでしょうか。では改めて同じタイプでも異なって見える性格について解説します。その大きな要因の一つとして判断機能の扱い方の違いがあります。さっきの部長とミュウの話でもそうでしたが、2人の場合は内向思考と外交感情の扱い方の違いがスタンスの違いとして現れていました。感覚・直感と無意識的な反応になりがちな知覚機能に比べて、判断機能は考えた上での言動なので個人差が大きくなる傾向があります。では、その個人差を具体的な例で紹介していきます。まず、外交思考と外交感情は、成果や周りの評価、もしくは人とのつながりや場の空気を大事にするということで、周りの環境との関わりが直接影響していて、比較的個人差が少ない傾向にあります。とはいうものの、違いはあります。例えば、同じ外交思考型の人でも、徹底的な実力主義で結果だけを評価して成果を出そうとする人もいれば、目先の結果にはこだわらずに協調姿勢を取ることで結果的に成果を出すという考え方の人もいます。また逆に怠惰なパターンもあります。これは最低限の労力で最低限の成果を得ようとするものです。例えばギリギリの出席日数で何とか学校を卒業するような考え方の人です。次に外交感情ですが、これも同じタイプでも場の空気を整えるために自分を後回しにして周りに配慮する人もいますし、その逆に構ってもらいたいが自分の気持ちを言葉にすることを良しとせず、不機嫌そうな態度をとって周りを困らせてしまう人もいます。これが内向思考・内向感情という内向きのベクトルになると周りの影響が薄くなるので、より個人差が出ます。本人の中では自分だけの尖った価値観があったりするのですが、それを人と共有しない傾向にあるからです。例えば、同じ内向思考型の人でも、お金にうるさく、お金は選択肢を広げるもの、あればあるだけいい、お金より大切なものがある、なんて意味わからん、と考える人もいれば、お金が全てじゃないでしょ、お金のために自由がなくなる、なんて意味わからん、と考える人もいます。内向感情の場合は同じタイプでも、例えば清楚な女性が好きな人がいれば、ギャルっぽい女性が好きな人もいます。これだけ言うと単なる好みの問題じゃん。さっきのお金の話と何が違うのって思うかもしれませんね。では、内向思考と内向感情がどう違うのかというと、それぞれネガティブチェックとポジティブチェック、つまり自分にとってこれはないと思うものをどんどん切り捨てていくのか、これは好きと思うものをひたすら追いかけるのかという違いがあります。先ほどの内向思考の例で言うと、人によって価値観が違えど、自分にとって受け入れられないものを意味わからんと言ってバッサリ切り捨てるところが内向思考型の人に共通するマインドなんです。
一方で内向感情型の人は人によって何が好きかは違えど、好きになる対象についてこれが好きだからこその私自身と自意識とリンクさせるほどに入れ込むのが共通のマインドということです。なので内向思考型の人は今まで好きだったものに未練を抱きにくいですし、内向感情型の人だと逆に思い入れが強すぎてなかなか割り切れず、場合によっては過剰な嫌悪感を抱くことすらありえます。内向思考と内向感情の違いについて少々踏み込みすぎました。話を戻して同じ内向思考、内向感情でも人によって好みや価値観は大きく異なるということです。機能スタック論では人が軸とする判断機能として外向思考と内向感情、外向感情と内向思考の2つのセットはどちらが強いかは別として、どんな性格のタイプであっても必ずこのどちらかの組み合わせが存在していると考えられています。なので仮にタイプが同じであっても、先ほどの説明のように軸とする2つの判断機能の扱い方が違えば、当然性格も違って見えてくるということです。以上が同じタイプでも人って違うということのメカニズムの解説でした。MBTI のタイプが全てではないということが分かったのではないでしょうか。今回は以上です。MBTI は人の性格を16のタイプに分けた指標なのですが、よくある疑問として、人の性格は16種類しかないのと言われますが、それに対して、そんなことないよ。あくまでも考え方や感じ方の傾向が16分類できるだけで、性格そのものはもっと多彩だよということを説明したつもりです。ですので、このタイプだからこんな性格だと短絡的に決めつけないようにすることをお勧めします。このチャンネルでは創作のキャラを通して MBTI のタイプ分析をしていますが、今後の動画で同じタイプなのに全然違うキャラという事例を取り扱うことも少なくないと思います。それを見ればタイプだけでは人の性格はわからないということがもっとよくわかるのではないかと思います。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。